黙って書けばいいのよ。悪あがきは無駄。私はダサいカーディガンを着た女の前に離婚届を置いた。これでやっとこのブスと縁が切れる。警母が気に入らない私は、ついに父と離婚させることに成功して、有頂天になっていた。だからまさか、そのせいで私の人生が大きく狂うことになるなんて、この時は考えもしなかったのだ。私の名前は島田ゆの、20歳。現在は個人事業主ということになっているが、簡単に説明すると、夜の店で働いているだけで、実際はただの従業員だ。もともと将来の夢と呼べるほどの憧れや目標があったわけではない。それでも、今の自分の姿は過去に思い描いた未来とは大きく異なっている。この道に進むことになったのは、大学に入学した年のある出来事がきっかけだった。あの頃は毎日が楽しくて、今では考えられないくらい満ち足りていた。一人っ子な上に、父子家庭という環境で、必然的に監視の目は少ない。特に悪いことをしていたわけではないが、親元にいながら自由な生活が送れていた。このまま大学を卒業して適当な相手と結婚したら、それなりのレベルの生活ができればいい。そんな漠然とした将来しか見えないほどの子供だったのだ。しかし、当時の私はそんなことに気づく由もなく、自分は物事を俯瞰して見ているとさえ思っていた。私は6年前に母を亡くしている。いつもニコニコして優しくて、娘の私から見ても美人な自慢の母親だった。私にとって最高の母であると同時に目標の女性でもある。ある日学校から帰宅すると、そんな母が床で苦しみ、もだえていた。すぐに救急車を呼んだが、結果は戦術した通り、心不全だった。それからというものの、父はまだ中学生だった私のために、転勤や残業を断り、結果として出世の道を捨てた。娘に寂しい思いをさせないようにと、父はいつでも私を第一に考えてくれる。しかし、自分が思っているよりずっと幼かった私は、それが当然だと思っていたし、子供として存分に父の庇護下での生活を満喫していたわけだ。そんな報われない父が急に再婚したのが私が大学生になったばかりの頃だった。法律上は成人であっても子供に対して何の相談もないのかと私はもやっとした気がする。しかし、そんなことよりも連れてきた警母が問題だったのだ。警母のまゆみさんは年齢こそ実母より2歳若かったが、一言で言えばただのおばさんだ。はっきり言ってブスだし、後ろで一つにまとめた髪型も服装も何もかも全てがダサい。今まで父の再婚を考えなかったわけではないが、私の頭の中ではいつも母に似た美人が相手だった。母とは似ても似つかぬまゆみさんは期待外れとしか言いようがない。私は初めからあの人のことが気に入らなくて、本人にもそのままの思いをぶちまけた。思い返せば傷つけることが目的になってしまい、かなりひどいことも言ったと思う。しかし父もあの人も私の態度を遅れてきた反抗期としか見ておらず、深刻には受け止めなかった。さらにまゆみさんは私を気遣ってますとでも言いたいのか、結婚後も一人暮らしを続けている。どうせなら私のために顔を見せない配慮もできないものだろうか。そんな私の態度を見かねた父があの人と同居するのは私が独立してからだと説明してくれたことで、私はやっと少し安心した。私が認めなければあの人は自由に同居もできないのだ。だったら下手に母親面しないように、このままストレスのはけ口になってもらうのも悪くない。そんな思いもなかったとは言わないが、あの人の存在そのものが気に食わないことに変わりはなかった。父も父で、私が反発するたびにまゆみさんをかばい、まるで実母を忘れたかのように笑う姿に腹が立つ。私はたまに自宅に来るあの人のせいで、これまでの暮らしが嘘のようにイライラした日々を過ごすこととなってしまった。ある日、私は騙し討ちのような形で行きたくもない外食に付き合わされて、最悪の気分で飲食店に来ていた。父と二人でスマホの機種変更に来たはずだったのに、偶然出会ったまゆみさんとの小芝居を見せられて、三人で食事することになったのだ。
この時点で私の気分は最悪だったが、ここからさらに最も恐れていたと言っても過言ではない状況に陥る。なんと、私たちが料理を待っている間に高校時代の友人家族が来店したのだ。彼女は今でも SNS で連絡を取り合う仲のいい子だが、私は父が再婚したことを隠し通してきた。こんなところを見られたらと考えるだけで冷や汗が出る。私は彼女から見えない位置に席の移動を頼んで、なんとかバレないようにやり過ごした。それにしても、友人の母は年相応というか、化粧も服装もしっかりしていて、小綺麗なお母さんといった感じだ。目の前の地味なおばさんでしかないこの人よりよっぽどいい。本当ならそこは美人な母の席なのに。私は見れば見るほど、まゆみさんが継母だという事実が恥ずかしくなった。もう絶対に二人を離婚させよう。自分が恥ずかしいから、などとどこまでも自己中心的な私は、次の日からさらに子供じみた振る舞いをするようになった。父の外出を阻止したり、今まで以上にわがままを言ったりして、父の目があの人から自分に向くよう困らせることばかりする。同時に今までは自分から接触しようとはしなかったまゆみさんに頻繁に LINE をした。母の写真を送っては鏡を見たことがあるかと罵り、体型をバカにして出身地の訛りを笑う。しかし私がどんなに暴言を送りつけても、あの人は肯定と前向きな返信しかしてこない。手応えが感じられなかった私は、何でもいいからまゆみさんを傷つけたくて、もっとひどいこともした。父のキーケースからあの人の家の鍵を持ち出し、勝手に合鍵を作って侵入しては、数少ないアクセサリーや大切にしまわれた DVD を売却する。もちろんすぐにバレて父に怒られたが、初めて見る父の激怒に対する恐怖よりも、何も言ってこないまゆみさんへの苛立ちの方が大きい。父の説教はまるで響かなかった。いつ消えてくれますか？あの人の家に行って私物を売った件で父に怒られてから、私は今までよりも大胆な行動をとるようになっていた。人間、何かが嫌で嫌で仕方がなくなると、他のことが目に入らなくなっていく。父にもはっきりと、ダサい母親なんていらないから離婚してほしいと伝えたし、まゆみさんへの LINE もやめなかった。二人は困っていたが、この頃には私に理解を求めることもなくなって、やっと離婚への希望がうっすらと見え始める。私は父といる時は亡き母の話ばかりして、母がいかに素晴らしいか、あの人がいかに5歳にふさわしくないかを説き続けた。そんな生活が2ヶ月近く続いただろうか。父が明らかに参っていると確信した私は、ここまで温めておいたとっておきの言葉を口にする。早く離婚しないと私、お母さんのところに行くよ。あんなのが継母とか無理すぎるもん。もちろん本気でそんなことを考えているわけではない。小学生が親と喧嘩して家出してやるというくらいの軽い言葉だ。しかしこの言葉が父には効果が絶大で、ついに離婚を約束させるに至った。言ったね？今聞いたからね。ほら、動画撮るからもう一回言ってよ。私は証拠の動画をまゆみさんに送る。5分も経たずに返ってきた返信は、明日2人で会いませんかという短い誘い文句だけで、感情的な言葉がなくつまらなかった。こうなったら直接、あの人の負け顔を拝んでやろう。私は離婚届を持っていくと返信して、今度は笑顔のスタンプを送った。翌日、指定された学校近くのカフェで待ち合わせする。ドラマならここで泣き晴らした女が登場するはずだが、まゆみさんは先に来て、ゆったりとコーヒーを楽しんでいた。あれ？もう来てたの？お父さんに捨てられたおばさん。私が挑発しながら向かいの席に座ると、まゆみさんはそれを無視して単刀直入に切り出した。どうしてそんなに離婚してほしいの？今更すぎる質問に吹き出した。目の前の芋女は私と話すことでまだ何か希望を探ろうとしているのだろうか。残念だけど私は何を言われてもこの人を母と認めることはない。今だってこうして一緒にいるだけで知人だと思われるだけでもう恥ずかしい。
私が鏡を見てから質問するようにと冷たく吐き捨てると、あの人は静かにため息をついて、カバンからボールペンを取り出した。さあさあ、黙って書けばいいのよ。お父さんは説得済みだから、悪あがきは無駄。正直もっと粘られると思っていたので、拍子抜けしたが、私ももったいぶらずに用意しておいた離婚届を机に広げる。まゆみさんはもう観念したようで、その後は何も喋らず、淡々と欄を埋めていった。やっと解放された。こんなブスな警母とか、マジ黒歴史でしかない。サインさえ終われば用はないので、私は離婚届を持ってさっさと帰宅した。そして、父が帰ってくるなり、サインを書かせて提出したと嘘がつけないように、わざわざ夜間窓口まで付き添って確認する。これで本当にあの人と縁が切れた。大喜びする私を父は複雑そうな顔で見ていたが、もっと美人な彼女でもできれば私に感謝することになるだろう。しかし、今になってみれば、この時の父の表情は私に対する諦めや呆れだったのかもしれない。何も知らない私は父があの人を捨てたと喜んで、翌日には親子水入らずでお祝いしようとまで考えていた。ところが、小遣いをはたいて宅配ピザやジュース、クラッカーまで用意していた私にとんでもない訃報が届く。それはもうすぐ父が帰ってくるだろうと思っていた18時半。私のスマホにかかってきた一本の電話だった。見慣れた市外局番がついた固定電話からの着信を一度はスルーしたものの、どこからの電話だったのかネットで検索してみる。同じ町内の病院がヒットして心臓がドキンと大きく跳ねた。嫌な予感に指先が体温を失い始めた時、再び同じ番号からの着信が入る。恐る恐る出た私に告げられたのは、父が事故に遭って運び込まれたという信じがたい知らせだった。そこからはあまり覚えていない。パニックになった私は、もうすぐ届くピザをどうしようとか、もっとおとなしい服に着替えようかとか、どうでもいいことを考えていた気がする。それからタクシーを呼んで、やっと病院に着くと、父はすでに息を引き取っていた。そして最悪なことに、ここにも私の神経を逆なでするあの人の姿があった。なんであんたがいるのよ。まゆみさんは静かに涙を流したまま、こちらを見もせず、病院から電話があったとつぶやいた。付き添いもなくたった一人で運ばれた父は、財布の中に私たち二人の連絡先が書かれたメモを入れていたらしい。離婚したくせに来るなんて、ずうずうしくて嫌になる。目の前の父の姿を受け入れられない私は、まゆみさんに八つ当たりして、恥ずかしげもなく号泣した。数日後に行われた父の葬儀は、まゆみさんが当然の顔をして取り仕切った。離婚されたくせに厚かましいとは思ったが、私には喪主を務めることへの不安があったので、ちょうど良かったのかもしれない。家族葬に近い小さな葬儀は、父の狭く深くといった人間関係を表している。私はあの人のおかげだとは思いたくなかったが、父をちゃんと見送れたことに胸をなで下ろした。それからは一人きりの生活に現実味がなくて、私はただだらだらと毎日を過ごしていた。そして49日が終わった頃、まゆみさんから久しぶりの LINE が届く。話がしたいという文面を見て、私は今更何の用だと一人で笑う。あの人に悪態をつく感覚が懐かしくて、少し自分の調子が戻った気がした。言われるがままにまゆみさんの家まで行ってみると、通された部屋にはなぜか父の妹、おばがいる。この二人が連絡を取り合う仲だと知らなかった私は目の前の光景に混乱した。しかしおばは説明はおろか挨拶もせず、様子を伺う私に唐突な質問を投げかける。いつ引っ越すの？意味がわからなくてポカンとする私を見て、おばは全てを察したように説明を始めた。どうやら私が父と暮らしたマンションは祖父のもので、来年度から賃貸に出すことが決まっているらしい。父はまゆみさんと結婚したら新居に移るつもりだったので、それを承諾し、実際に移り住む物件を見に行ったこともあったそうだ。しかし、私があの人を拒絶したことで予定が変わり、当面は私と二人の生活を続けることになった。
今回の事故はなんと、そのための物件を探しに不動産屋へ行く途中の事故だったらしい。引っ越しのことも、通勤経路以外で事故に遭った原因も、何もかも初めて知る情報で頭がパンクしそうだ。それと同時に、私は行いを初めて後悔する。本当なら、新居はもう決まっていて、父はあの日、あの道を歩くはずじゃなかったのだ。私が自責の念に駆られそうになった時、おばが兄を失った悲しみを隠す淡々とした声で立ち退きの期限を告げる。話を聞いて確かに引っ越す必要があるのは理解した。しかしその話をどうして関係ないまゆみさんの家でする必要があったのか。私は急にそんな怒りが湧いてきて、いつもの調子でまゆみさんに噛みついた。それって他人には関係ない話でしょ。それとも何？遺産でも狙ってるわけ？私が睨みつけると、まゆみさんはおばとアイコンタクトを交わしてから、ゆっくり口を開いた。私たち、離婚はしてないの。なんとあの時提出した離婚届は、わざと記入間違いをして、不備を作っていたらしい。私のわがままに困り果てた二人は、離婚したように見せかけるために、受理されるはずのない離婚届を書いていたのだ。おばもそれを知っていたからか、驚きもせず、父の遺産はまゆみさんと私で2分の1ずつの相続になると冷静に説明を加える。私の頭は大混乱だ。父の残したお金をこのブスに半分持っていかれるなんて、法律とはそんなに無慈悲なものなのか。しかし私はそこで旗と保険金の存在を思い出した。たかが数百万でしょ。娘である私には1200万円の保険金も入るわ。それは父が以前私に少々見せてくれた生命保険の話だ。つまり父の残したお金の大部分は私に入る。そう勝ち誇ったのもつかの間。なんと保険の受取人はまゆみさんに変更されていたのだ。私はあの人の口からそれを聞いたとき、怒りで頭の中が真っ赤に染まった。両親を亡くして警母に父の遺産を奪われたのに、それでは飽き足らず保険金まで盗まれるなんて。私は怒りと憎しみでいっぱいになってキッチンから探し出した包丁を振り回した。この時は自分を抑えられなくて警察沙汰になったが、あの人は偽善喋って親子喧嘩だと説明したらしい。厳重注意で済んだ私は自宅に帰され、後日日を改めて今度はファミレスで話し合いをした。私の怒りは変わらなかったが、今度は周りの目もあるし、前回よりは冷静に話ができる。そう思っていたのに、以前から父たちの相談に乗っていたおばはあの人の味方で、私はイライラしっぱなしだ。おまけにまゆみさんは私のことを娘だとは思えないと、はっきり援助の意思もないと言い切った。こっちだって親だとは思っていないが、あの人のうざさはこれだけじゃない。甘やかしすぎた、そろそろ自立してほしいと、私を邪魔に思っているかのような父からの LINE を読み上げられた。私は大きなショックを受ける。しかし、続けざまにまゆみさんからもう自分に関わらないでほしいと頭を下げられると、悲しみは怒りに変わった。だったら、保険金をよこしなさいよ。全部あんたと結婚したせいじゃない。逆上した私は全てをあの人に責任転嫁して店の備品を投げつけるなど感情のままに行動した。結果としてここでも店員に通報されることとなったが、お母さんと呼んで媚びを売ってもまゆみさんはかばってくれず、私はパトカーに乗ることとなった。その後、大層な罪名がついた私はおばが見つけてきたアパートで暮らしている。父の遺産の取り分は200万円にも満たなかったので、当面の生活費が必要な私には卒業までの学費はない。一応の母であるあの人には着信拒否されたのか、連絡がつかず、お金に困った私は唯一の身内と言えるおばに泣きついた。しかし、この現状が全てだ。包丁を振り回すような姪をこれ以上支援できないと言われ、おばとは絶縁状態となっている。私は大学を中退し、その悔しさから稼ぎのいい仕事を求めて、母譲りの美貌を武器に夜の仕事を始めた。ところが、運が悪かったのか、職場の先輩に騙されて、今では借金まで背負っている。母を亡くして以来、私には
絶えず不幸がまとわりついた。もしもあの時、まゆみさんを拒否しなかったら、どんな人生を送っていたのだろう。私はもう、手が届かない幸せを妄想しつつ、孤独な極貧生活を続けている。